とっても美味しかった。美味しい。Very good. もともとはシステムエンジニアの会社に入ったんですけど、会社も辞めて、未経験から。そうです。だからすごい必死で覚えて。本当に最初何一つできないっていう感じなんですよね。こう記事を丸めることすらもできないっていう、あの時の不甲斐なさったらないんで、いろいろ手伝ってもらいながらなんとかこうできるようになって、その時間を経て今こうやってできてることは僕は誇りですね。こっちバケットですね。ロデムのがちょっと水分多めの生地ですね。ちょうど今日は酵母を仕込んでる日や。これレーズンのバケットはこれと微量のドライイースト。これが3日に1回ぐらい仕込んでるんで、こうシュワシュワしてるんですけど。ルバンっていうフランスの伝統的なライ麦と小麦だけで発酵してる。こんな感じで、こっちがルバンだ。でちょっと酸味がある種なんですけど、これは先代からの。そうです。はい。これがきっかけでパン屋を引き継ぐことになって、もともとはシステムエンジニアの会社に入ったんですけど、勤めている間に趣味でコーヒーをやってたんですよ。焙煎教室行ってみたりとかいろいろしてたんですよね。イベントで出店することになったんですよ、コーヒーで。システムエンジニアってやっぱお客さんとこう関わることもそんなにない仕事内容だったんで、そんな中でなんかコーヒーを入れてると普通に買っててくれるんですよ。300円400円コーヒーを。で美味しかったわって言ってこうポンって渡してくるんですよね。それが結構僕にはこう重みがあったというか、すごい充実感があって、小さいお金なんですけど300円400円とかのお金なんですけど、このやり取りめっちゃええなと思ったんですよ。自分が美味しいと思ってるものを出して、で美味しいと思ってもらった人からお金をいただくってむっちゃいいなと思って、でそこからコーヒー入れてお出しするっていうことに結構興味が出て、会社も辞めてなんか曲がりでカフェするみたいなことを始めたっていう感じですね。喫茶平凡っていう喫茶店で自家焙煎のでハンドドリップのコーヒーを出しながらモーニングを始めたんですよね。モーニングやったきっかけも、最初やっぱアルルの食パンが美味しすぎて、これほんまなんでか未だに分かんないですけど、隣の美容院のおばちゃんが食パンのスライサーをくれたんですよ。これはなんか神様に言われてんなと思って、でモーニング始めたんですよ最初で。食パンよく買わしてもらって、なんかちょっとずつこう打ち解けていってというか仲良くなっていってって言ってたんですけど、前の先代のマスターがちょっとご病気になられて、継ぐ人がいなかったんで、そもそもパン焼いてるのはもうその時はマスターだけやったんで、前身の前のアルルはもう閉めるしかないってなったんですよ。で誰か後継いでやってくれへんかみたいな感じになってやらなあかんなと思って引き継いでリニューアルしたっていう感じなんですよ。未経験から。そうです。マスターが教えてくれて、その3ヶ月だけなんですよ。だからすごい必死で覚えて。僕だけじゃない、その時いた職人さんと奥さんといろいろ手伝ってもらいながらなんとかこうできるようになって、あとはもうお店をやりながらちょっとずつ勉強してっていう感じで。これ先代のアルルからあるパンですね。なんかそういうパンが今は、半分ぐらいかな、先代アルルからあるパンで、半分ぐらいはちょっとリニューアルしてから考えたパンとか、そういう感じですね。
まあ、お砂糖とバジルとオレガノで炊いてますね。粉も最近国産に変えてます。これ兵庫県産小麦 60% 以上の国内産小麦 100%。よいしょ。こっちはハード食パンっていう商品で、今練ってる食パンよりもうちょっとハードな感じで、ルヴァン種の割合が大きい、その味をちょっと強調した感じのパンです。カンパーニュでルヴァン種使ってるんですけど、結構ハード系のパンで使う種で、なんかその80年の酵母の話してたら、いやもう全部のパンに入れたらって言われて、あ、まあそうか、入れてみるかと思って入れたら、それでパンがめっちゃ美味しくなって、香りとかも豊かになる感じなんですよ。ラックにかけます。よいしょ。よいしょ。湯種の食パンなんで、もちっとしてる感じのもちもち食パンっていう名前のパンです。あとでもルヴァン種を入れてるんで、ちょっと香ばしい香りというか、そういう香りがします。先代からすごい人気あって、食パンが好きで買いに来てくれる人多いです。親御さんのような気持ちで多分見てくれてると思います。味についてはコメントあったりする？ありますあります、めっちゃあります。それは怒られる時もありますし、でも最近は結構、美味しくなってきたよって言ってくれますね。もうそれに育てられてますね。
これはブラックペッパーです。今タルティーヌを作ってるんですけど、これはネギのタルティーヌです。大量のネギをのせる。これも先代からあるんです。ローズマリーでローストした焼いたチキンです。結構パン作ってたらまあまあ常に横におる感じなんですよ。例えばこれ今チーズのしてるじゃないですか。チーズのしてたら「お前鉄板に壊せんなよ」ってめっちゃ言われる。この下に落ちてることを鉄板に壊せるって言うんですよ。今でも聞こえます。そこで結構アルミの食パンを使ってやってたんですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。
き帰りにふらっと気まぐれできてます。今日はいろいろにしたんですけど、塩パンが朝だとあって夕方だと売り切れちゃうので、朝来るときは塩パン必ず買ってます。どれを食べても美味しい。あと新作のパンが結構細かく出たりしてるイメージです。あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。このカンパーニュ、これをルバンって僕らは呼んでるんですよ。まあ、それはもう先代のマスターがそう呼んでたからかもしれないですね。先代の時はね、ルバンは週に1回か2回しか焼いてなかったんですよ。それをもう毎日焼くようにしてて、今は。まあ好きで買ってくれる方がいるんで、それは本当誇りですね。こっちがチーズのルバンで、こっちがクランベリーとクリームチーズ入りの。もうちょっとだけ焼こうか。よいしょ。あ、はい。そうなんですか。はい。はい。この辺の焼き色とこの中側の焼き色とかを見て判断する。お尻をこう指でトントンってした時の音、これねちゃんと中でこう響いてる感じっていうか、すごないですか？太鼓みたいな音がおもろいですよね。中綺麗に膨らんでちゃんと火が通ってるっていう証拠なので。ルバナチでカンパーニュ焼きたてでございます。いかがでしょうか。660円になります。Where are you from? Spain. Spain. Spanish bakeries Yeah. have different things. Yeah. So it's good to have a change. Yeah. I recommend everyone to come here because it's really cozy and the food is great. Okay, thank you. I think this is the best coffee I have in Japan. I've been like 3 days, but it's a really good coffee. I recommend to visit the bakery and enjoy the food because they are amazing.
りがとうございます。パン屋なのにコーヒー自家焙煎なんですよ。もう自家焙煎のコーヒー全メニューがおすすめですし、アルルのここだけでしか飲めないブレンドをエスプレッソで提供しているので、他の姉妹店とかでは飲めないブレンドになってます。で豆の種類がねちょっと日によって変わるので、それはその都度こう入れ替わりながらこうその時のこう出会いを楽しんでいただくっていう形になります。今5種類あるんですけど、フルーティーがこのタイの、コーヒーと、あとペルーですね、これの2種類と、苦味のコーヒーがこのブラジルとコロンビア、マイルドなコーヒーがこのガテマラになります。でコーヒーはこう全部スペシャルティーコーヒーって呼ばれてる、一番グレードの高い豆って言われている。でそれで1杯ずつお入れしています。はい、使います。今日はドリンクだけにさせてもらってます。パンを食べたいなっていう日にはドリンクとセットで食べさせてもらってます。おすすめはお客様のカフェラテ。カフェラテが、はい、ハードパンの中にクリームとハムが挟んであるやつがあるんですけど、それが一番美味しいです。まったりとした時間が流れてます。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。チーズはブコですね。結構すっきりした酸味が美味しいです。これもさりげなくマスターが使ってて、よし、オッケーオッケー。
外国の方多いですね。今日は特に多いですね。この辺り新大阪近いので、外国人の方が新幹線でこう日本全国旅するときに結構この辺り宿泊されてることが多いので、なので新大阪から歩ける距離なので、その中でパン屋探してきていただいてるのかなっていう感じです。おそらくこういうハーブ系の味を気に入っていただいてるのかなっていうのと、コーヒーもすごく褒めていただけるような気はします。Yes, please. It's delicious. Very good. とっても美味しかった。美味しい。ありがとうございます。ありがとう。バイバイ。朝パンチしたいですね。ちょっと広げます。触りすぎるとパンがべちゃって潰れちゃうので、極力触らないように。その時の手の使い方とかでもうこの気泡が潰れちゃったりして、パンにした時に膨らまないと水が多いんでべっちょべちょになっちゃうんですよ。で火が通らないんですよ。だからもう売り物にならなくなるというか、扱いがめっちゃ重要ですね。こういうなんていうんですか、転がし方。ルバンっていう種も使いながら作る硬化水のパンなんですよ。しかもちょっと硬化水なんで胃にも優しいっていうパンで、ルバンも入ってるんでなおさらですよね。これまたロデブ出していってください。これ一緒に焼いちゃう。
残り4つやろじゃあがどれぐらい？タズキンのサンドできました。ありがとうございます。ありがとうございます。バケットはレーズンの天然酵母の味が強調されているのと20時間ぐらい熟成した生地でやってるので酵母の甘みとあと小麦の甘みが結構感じられるパンやと思う。結構ほんまにバケットは難しくて最初マスターはでもヒュイヒュイってやってました。ほんま魔法使いなんかなと思いました。すごいいろんな本読んだりとかそれこそ YouTube 見ていろんな職人さんの動き方とか手の使い方とか見ながらまた自分でやってみてっていうのを繰り返しましたね。なんかそうやって自分で勉強したこととマスターに言われてたことが辻褄が合ってきたりするんですよね。最初マスターから言われてたことが意味わからなかったことがなんかなるほどこういうこと言ってたんやとかやっぱりあの世代の方々のパワーって本当化け物やと思うんですけどやっぱり今こうやって分担して何人かで仕込みと焼きとをやったりとかしてるけど、まあ、マスターは言ったらもう一人でそれをやったりとかしてたんでほんまに焦りますねできなさ自分の不甲斐なさ本当にこう生地を丸めることすらもできないっていうあの時の不甲斐なさったらないんで本当に最初何一つできないっていう感じなんですよ。でもマスターはもうやってたらできるようになるからっていうもうだから期間は短かったんですけど、まあ、なんか本当時間じゃないんやなっていうのをすごい思ってるしなんかそれがその時間を経て今こうやってできてることは僕は誇りですね。
トはちょっとしたサンドイッチとかにも使いやすい感じ、食べやすい感じで、トラディションはちょっとバゲットよりも焼き時間長くして外バリッとしてある感じ、焦げ感があるのが好きな方には結構そっちの方が人気です。こちらがトラディション、よく焼いてあるトラディション。ソーダと蜂蜜のピザです。あ、いえ、もうみんなリニューアルしたと同時に同じ職場です。イベントと始めました。仕事できる人がいて、この人だけ唯一オールマイトできます。コーヒーも入れます。一人ものすごく仕事ができる。これで2回折ったんですけど、ここで1回休ませます。Another choices. Another. Nothing in Nothing milk really. crate. Empty. Yeah, empty. I don't know what بقول لك اليابان. You're hungry? And the crepe. Oh, white. White. Okay. No, no. Sorry. Okay.
الحسن هادي بس هادي أهل اليابان ميتين عليه. أعطي رياكشن كده عشان تصوير. بدو. Good, very good. Okay. واو. اقسم بالله ينزل هاشتاج انا وانت. あれはね、ブドウジュースなんですよ。すごい濃いブドウジュースで果実感とか皮の感じが凝縮されてて美味しくて、なんでワイングラスで提供してるんですよ。うちのオーナーがナチュラルワインがすごく好きで、ルバンとナチュラルワインがすごく合うんですよ。なのでご都合が許せばナチュラルワインすごくおすすめしてます。ワインバーっていうのをほんま不定期なんですけど、金曜日の夜とか土曜日の夜にやってまして、ここではうちのこういうハード系とかハード食パンなどをパン食べ放題で、おつまみパンセットっていうので500円でご用意してて、それプラスナチュラルワイングラスでお飲みいただけるようなバーをたまにやってます。まだでも今までのやつもともとねパン好きやったんですよね。なんかしかもそれが自分ってパン好きやったんやって思わされたというか、毎日表情が違うんで本当にもうなんか毎回ちゃうんですよ。もう毎秒ちゃうんですよ。なんやったら本当にどの生地も違うんで、似てる時もあるんですけど、なんですけどやっぱりその毎日毎日見せる表情が違うんで、この時はこう言ったらいいよねって思いながらやるし、最初の頃とかはなんかこれでうまくいくはずと思ってうまくいかへんとかあるんで、うまくいかへんのかいってなるんですよなるんですけど、それもまたその時は辛いけど、やっぱりその分うまくいった時の喜びとか、あとはねそのルバンナチュレカンパーニュっていうパンをもっとこう多くの人に届けたかったっていうのがもう本当に一番思ってたことで、なんかこう託されたと思ってるし、80年引き継いできて本当に、マスターが本当に昔ながらの頑固な人やったから残せただけなんですよ。マスターはそうじゃなくて自分のやり方でその自分が引き継いだ種を守ってずっと焼くって
決めたからそれできてるんです。でそれを焼き続けないと途絶えるしちゃうし、でそれを20何年でやってきはったっていう、なんかそれの重みってすごいじゃないですか。そう積み重ねた結果の種が実際にあるんで、やっぱりそれをちゃんと僕たちも守っていかないといけないなと思うし、それでできる素晴らしいパンがあるんで、それをやっぱりいろんな人に届けたいなっていうのは思います。アルルのパンとかそういうルバンダネ、ルバンナチュレカンパーニュみたいなものを広めていきたいなっていうことと、なんかこの活動をしててすごい思ったのは、日本のパン屋さんすごいなと思ってるんですよ。こんなに種類焼いて、しかもソフト系からハード系焼いて、しかも季節の変化えげつないっていう。で冬場と夏場ですごい全然作り方変わると思ったんですよ。でそれみんなやってるわけじゃないですか。日本のパンのクオリティやばいなと思ってて、そんな多分国って本当にないと思うんですよね。こういう日本独自のパン、あんパンみたいなパンとかメロンパンとかクリームパンとかもありつつ、バケットとかみんな焼くじゃないですか普通に。なんかそういう日本のこのパン文化はすげえなと思ってて、もうこれは本当に世界に誇れる文化なんだなと思ってて、それはやっぱり日本人のものづくりに対する精神とかが絶対にすごいなんやろな、世界にとってもこう広まっていったらいいなって思えるぐらいすごいものだと思ってるんですよ。このアルルのパン作りをこう守りながらも、それをちゃんとこう日本のパン作りとして世界中になんかこう発信していきたいなっていう思いがあります。